単刀直入に言うね。君はあと1週間後に。残念だけど、冗談とかタチの悪い嘘でもない。本来、僕たち死神は死期を人間には伝えないんだ。ねえ君、まだ生きていたい？やあ、お嬢ちゃん。迎えに来たよ。そりゃ驚くよな。だってここ、5階なんだから。とりあえず、窓を開けてほしいな。今日寒いんだよ。指が凍っちゃう。早く。ありがとう。あのままだったら投資しそうだったよ。まあ僕らに死という概念はないんだけどね。ん？僕はね、世間一般的に言うと、死神かな。信じられない。そっか。でも、いるんだよ。死神って。死神だけじゃない。悪魔だって。はたまた天使だって。君たち人間には見えないだけで、いっぱいいるよ。こちら側から選ばれた人間だけが、僕たちを見ることができるんだ。は、ドッキリかと思った？カメラどこに仕掛けられてる？僕はどうやって5階まで来た？頭に透明の紐もないよ。ちょっとは信じてくれたかな？え、なんでここに来たのか？君もうすうす分かってんじゃない？単刀直入に言うね。君はあと1週間後に死ぬんだ。残念ながら冗談とかタチの悪い嘘でもない。あれ？驚かないんだね。ってことは何かする予定だった？ 1 週間後のこの時間に。本来僕たち死神は死期を人間には伝えないんだ。伝えることは禁止ではないけどね。暗黙のルールで伝えないようにしてるみたい。だって伝えたら未来が変わるみたいだよ。ねえ君、まだ生きていたい？そうだよね。あのさ、助かるのに一つだけ方法があるんだ。
それは、君も死神になって、僕と一緒に来ない？もう、君は頭が切れるね。そう。死神って元人間なんだ。昔々、大昔には、人間も死神も、悪魔も天使もみんな仲良くしてた時代があったとさ。当時、死ぬ間際の人間が死神になることなんて珍しくなかったんだ。死神に恐怖を抱く人もいなかったし、すごく平和な世界だった。でもある時、異なる生物だからってだけで戦争が起こってしまってね。そのせいで、今は人間からこっちを見ることができないし、そのことを知っている人間は、今はもう誰もいないと思う。人間って、めんどくさいよな。でも君は僕に選ばれたんだよ。君はまだ、生きる価値があるって。そう。僕は直感で感じたんだ。君にとっても、悪い話じゃないと思うよ。しかも、最近死神業界も人手不足でさ、一緒に来てくれれば、こっちも人手不足解消。君も、まだ生きていられる。ウィンウィン。じゃない？なんで私だけ？おー。へへ。なかなか鋭いね。そこ、気になっちゃう？しょうがないな。話してあげるよ。君、今から5年前の出来事覚えてる？ボロボロの男の子、助けなかった？お、その顔は心当たりがあるみたいだ。そう。何を隠そう。あの男は、僕なんだ。まだ死神になったばっかりで、うまく姿も隠せないし、体力もないし。で、ボロボロになってたところを君に助けてもらったんだ。正直、僕は人間が嫌いで死神になったんだ。どうせ、助けてやったーみたいな傲慢な態度を取るんだろうなとか思ってたんだけど。君は、すごく優しくしてくれたんだ。僕が、人間だった頃の人間と、全然違った。あいつらは、僕の知ってる人間は、
初めて人間を好きになれたんだ。もう死神だけど、できることなら生前に会いたかったよ。でも僕は死神。この好きっていう感情も押し殺すしかなかったんだ。下手に人間に干渉できないし。まあただ、君が幸せに長生きしてくれて、叶うことなら最後、僕が君のこの世に未練のない状態で向こうに連れて行きたかったんだよ。でも、君の名前がリストに入った時、冗談抜きで心臓が止まるかと思った。死神なのにね。その時思ったんだ。どうにかして僕のものにしてやろうって。どうせ死んじゃうんだったら、いっそ無理やりにでも僕のものにしようって。いろいろ調べたんだよ。寿命を伸ばす方法、過去の書物とかいろいろ調べてみたんだ。だけどなかった。なかったというより、見つけられなかった。1週間後のやつはどうあがいたって無理みたい。そんな顔するな。その代わりだ。相手を死神にすればずっと一緒にいれるっていう情報があってな。僕はこれしかないって思ったんだ。あ、別に死神になったからって仕事ばっかりさせるわけじゃないよ。さっきは人手不足って言ったけど、全く回らないわけじゃない。君はただ僕のそばにいてくれればいい。何十年、何百年、それから先もずーっと君を愛し続けることを誓うよ。人間の世界に至って退屈でしょ？君も薄々感じたよね。人間ってつまらないなって。どうして私だけなのって。そんなことを思う毎日だよね。だったら死神になった方がよくない？面白いよ。関係性が変わるんだから。
今まで君は搾取されてきた、絞り取られてきた、そうじゃないの？いろんな人からやりたくないこともやらされて。だけど死神になると、なんと人間の命を終わらせられるんだ。だからほら、手取って。僕と一緒に行こう。お疲れ様です。作水です。日々、ヤンデレシチュエーションボイスをご視聴いただきありがとうございます。YouTube にヤンデレのシチュエーションボイスを投稿しています。作水です。自分はこういった形でシチュエーションボイスの後にアフタートークとして作品への思いだったりとこういった感じに演じたよってのをお話しして終わっているので、もしよければ最後の最後までご視聴いただければと思います。改めまして最後の最後まで、ご視聴いただきありがとうございます。もし今回の作品良かったよとか、これからも応援していただけるとか、また作品待ってるよって思っていただけるのであれば、高評価、チャンネル登録、ご感想をお待ちしております。励みになるのでよろしくお願いします。今、高評価をしてくれると、チャンネル登録をしてくれると嬉しいです。アフタートークを聞きながらご感想とか、アフタートークを聞いた後とか、いつでもいいので、もしよければ感想お待ちしております。その感想が日々作品の血と肉になっていますので、よろしくお願いします。今回は人外ヤンデレ死神バージョンっていうのをやらさせていただきました。その辺に咲いてる花さんのシチュエーションボイス、死神さんは私に惚れてるらしいということで、概要欄には読んでくれてありがとうございます。死神さん、ずっと書きたかったものが書けて大満足です。皆さん、人外お好きですか？私は大好きです。とのことでした。人外ヤンデレ、いかがだったでしょうか？なんか延長線上、人間のこの世界の設定では、この死神も元は人間だったから、完璧な人外っていうわけではないけど、でもこういった形でヤンデレ、人外ヤンデレを演じるのはなかなかないことなので、いい経験ができたのかなと自分の中では思っています。結構その人外系ってコアなファンが多くて、こうやってヤンデレの世界に自分はいますけど、シチュエーションボイスも日々ヤンデレ系をメインに投稿していて、ツイッターもヤンデレ系のツイートとかそういったことをしたり、フォロワーさんもヤンデレのことを、投稿するので、結構この作水の活動では周りにヤンデレがいるのが当たり前の世界なんですけど、結構そこの中でも人外系はすごく回ってきていて、普通にヤンデレっていうのにヤンデレっていうそのコンテンツは人気があるんですけど、やっぱりその人外系もまたコアなファンが多いんだなってのをひしひし感じながらこの台本を見つけて、ちょっとやってみようかなみたいな形でやってみました。なんだろうな、ご自由に使用していただいて構いませんと書いてあるので、今回のこの死神自分だねに関してはちょっと設定を追加させていただきました。人間界の時はもう本当に
人間のことが嫌いで、誰一人信頼できる人はいなかったと。で、嫌いでたまらなかったし、なんなら自分も人間であることが許せないぐらい人間のことが嫌いで。だから、死神になった理由も、本当は人間を多く駆逐してやるぞと。なんか、今風の日本語というか、言葉にするとそういう形なんだけど、それぐらいに人間を恨んでいた人が、死神になってから初めて人間が味わう好きっていう感情を芽生えて好きになっちゃったっていうお話で、ここにつながってくる、この台本につながってくるっていう感じにしてみました。だからそうだよね。ヤンデレ特有のその起伏の激しさだったりとかもありつつ、その自分が人間だった時の人間のイメージをした時は、やっぱりその時のことを思い出されて、感情が人間じゃなくなる部分を結構作ってみたりもしました。ちょっと今回も音割れさせたところは、自分が思っている以上に許せないところ、許せないことを思いながら発言した言葉は音割れを使って表現をさせていただきました。ちょっとびっくりさせちゃった方がいたら本当に申し訳ございません。本当は音割れさせる予定はなかったんだけど、ね、どうしてもここはさせなきゃいけないなって思ってさせていただきました。演じさせていただきました。でもヤンデレと死神ってすごくマッチするところはあるなって思っていて、で今回の設定ではより聞いてる側も楽しいだろうし、演じてる側も楽しいだろうし、字を見るだけでもすごく楽しく、すごく演じてる中でめちゃくちゃ楽しかったです。でも、自分の中ではそうだなとか言ってごめんなさい、アフタートークはすごく自由にお話をさせていただくんですけども、この女の子が1週間後に何があるのか、自分はこの台本を読みながら録音しながら1週間後に何があるのかを明確にして話を終わろうと思ったんだけど、なかなかうまいことが浮かばず答えが出せませんでした。なんでかっていうと、1週間後に自害する、自身の人生から卒業したい子が生きたいと思うのか。自分的にはその女の子が自害っていうその言葉も失礼かもしんないな。この世から卒業をするっていう子が生きたいと思うのかって思っていて、でするとこの世を卒業するっていう感じじゃないんだって思っていて、わからない。この1週間を存分に楽しみたいから、でも違うなとか思いつつ、もしこの世から卒業するじゃなかったら、もう一人の男性がこの女の子を危害を加える系だと考えていて、
まあそうなってくると、なんだろうな、第三者、今回の主人公からする第三者が、惚れた女のことを、惚れた女のことを自分以外の手で汚されたくないから、こうやって伝えに来たのか。いろんなことを思いながら演じてたんだけど、結局、ちゃんとしたこうやって答えにすることは演じてる中でできませんでした。仮にでも、なんだろうな。一週間後、この世から卒業をするという覚悟のもと、生きていたからこそ生きたいと言ったのか、何か多分話の始まり方もなんだろうな、ごめんね、ちょっと考えながらお話しさせていただくね。ちゃんと自分の言葉で伝えたいから。窓から始まったのも多分何かをずっと窓際で考えてたと思うんだよね。わからない。それが何なのかは本当にわからない。その子の考えだからわからないし、今演じた中で理解しようと思ってもその子の考えは本当に今でも出てこないんだけど、話をまとめると、一週間後に何があるか。まあ、やっぱり自分はこの世から卒業をするって一週間後に決めたんだけど、でも自分で決めることと、まあ死神、専門職というか、なんだろうな、お医者さんに病気のことを言われるとかなり信憑性高いじゃん。死神も死に関してはプロフェッショナルだから、自分が一週間後に卒業する医師と、専門家から一週間後卒業する医師って、専門家の方が 100% なんだよね。だから本人的にはまだ迷ってた。でも一週間後にそういう現実を突きつけられて、死神に。でもなんだろうな、生きたいって思ったからなのかもしれない。ああやって生きたいって言ったのかもしれない。まあそうね。だから死神はこうやって伝えちゃうと、またこの子の未来が、伝えた先の未来が変わってきちゃうってのも納得できるのかなって思うんだけど、聞いてる皆さんはどう思いますか？もし死神がいなかったら、一週間後に女の子はどうなっているのか。まあ死神がいるから女の子がこの世から卒業するストーリーは多分ないんだけどね。まあでも今回の作品は序盤から終盤にかけてどんどん怪しい雰囲気、あれ、死ぬのは回避できるけど、私は果たしてこの人についてって言っていいのかなって思うように、どんどん不穏な雰囲気を顔わせつつ、不穏な雰囲気を出しつつ、でもちょっといい人そうな雰囲気を出しつつっていう形で終わらせていただきました。なのでちょっとシチュエーションボイスを聞いてる中でちょっと不安になっていくような感情にもなるかもしれないんだけど、でもその感情は合ってますそれは自分がやりたかったことだったので、今回こういった作品にさせていただきました。
ちょうどね、生きるとか死ぬとか、そういったのを考える時期というか、すごい生きるとは死ぬとはみたいなことを最近深く考える時があったんだよね。まあ別に自分が生きる死ぬとかどうでもいいっていうかあれなんだけど、まあでも死ぬのが怖いから、死ぬのは怖いな、まだ自分は。生きる意味って言われたら別にそんな大層なものはないんだけどさ。でもその中で死ぬっていう選択を取る人は今日もいて、今もいて、聞いてるみんなが聞いている、今この音声を聞いている人、この今も、また今も誰かしらのどこかで、まあ人間じゃなくてもね、その生きるにあたっての寿命を迎える人はいるんだからさ。っていうのを思って、なんだろうな、そういう生きるとか死ぬとかの考え事、答えが出ないやつ、宇宙とはなんだみたいなのを考えてて、まあなんかすごくマッチしたなと思って今回の台本を選ばさせていただきました。まあ、正直自分は死後の世界とか生まれ変わりとかないと思ってるから、今の人生あとどんぐらい生きるんだろうな。70年60年ぐらい生きるのかな、あれだけど、まあその中でも、まあみんなもそれぐらい生きるのかな。80年、まあ長いと100年ぐらい生きるのかな。まあその中の2年か3年ぐらいいただいていただいてかな、まあ、なんか少しでも支えになれたらなとか刺激になれたらなって思ってるので、もしよければ今後ともよろしくお願いします。でもしよかったらこの子に1週間後何が起こるのかってのをあまり直接的な表現は書いてほしくはないんだけど、ご感想いただけたらなって思ってます。ちょっと自分は答えを出すことができなかったので、皆様に助けを求める感じにはなっちゃうんですけど、もしよければ皆様のいろんな意見お待ちしております。では、めっちゃ話しちゃったじゃん。最後の最後までご視聴いただきありがとうございました。応援してるよとか、また待ってるよとか、今日悩んでるよかったよとか、アフタートークもよかったよって思っていただけるのであれば、チャンネル登録、高評価、ご感想を皆様の色を入れてどしどしお待ちしております。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。またね。